もし電話一本であなたを絶望に追い込んでしまう犯罪者がいたとしたら、2004年4月9日、舞台はアメリカケンタッキー州マウントワシントン。ちょっとバックヤードに来てくれる？そう言って一人のバイト店員を手招きしたのは、このファストフード店の副店長を務めるティナ。バイト店員の少女には思い当たる節もなく、彼女はきょとんとした表情でバックヤードまでやってきました。すると副店長のティナは誰かと電話をしている様子。それも捜査のためですか？怪げそうに顔をしかめたティナの電話相手はどうやら警察のようでした。そして彼女は少し考え込んだ後、バイト店員の少女に向かい確かにこう言ったんです。落ち着いて聞いてね。あなたに窃盗の容疑がかかっているらしいの。その捜査のために今ここで裸になりなさい。突然上司から呼び出され、裸になれと命じられたバイト店員。電話越しにありえない命令を出した警察の意図とは。ここから彼女に対し出される命令は、彼女の尊厳を踏みにじるものにエスカレートしていったんです。おぞす。最近 Tomorrow by Together という韓流アイドルのルーザーって曲にハマってるよ。ケンちゃんです。美味しいいちご大福教えてちょやみこです。間違いなく僕の手作りです。ほう。はい。手作りできんの？はい。弁財天にレシピアドバイスした俺だから。フルーツ大福の。フルーツ大福本日ご紹介するのは90年代半ばから10年間、アメリカ各地で様々な女性を傷つけたとんでもない嫌がらせ事件なんです。この事件ですね、ファストフード店の店員が店長とかに呼び出されて、裸になれって命じられるっていう、なんか意味がわかんない事件なんですよ。女性が裸になれって言われるってこと？そうです。セクハラというかもう強制わいせつみたいな、それが10年間も続いてたって、やばすぎない？各地でですよ。でもファストフード店が悪いのは何なの一体？何なんでしょうかこれは。元凶はですね、ある日突然店にかかってくる一本の電話だったんです。解せない要求。2004年4月9日、舞台はアメリカケンタッキー州のベッドタウンマウントワシントン。いらっしゃいませ。ファストフード店のカウンター越しに笑顔を振りまくその少女はローズ。黒髪にスラッとしたモデル体型が印象的なバイト店員でした。医者を目指しながらも合間の時間でけなげに働くローズは愛想もよく、客からも好評の店員だったんです。偶然にもそんな善とある彼女が狙われてしまったことを思うと、運命は残酷と言わざるを得ません。そしてそれはローズが出勤して数時間が経った頃、ローズちょっといいかしら。そう言って彼女に呼びかけたのは副店長のティナ。いつも朗らかな彼女の表情が険しく曇っていることにローズは嫌な予感を覚えつつバックヤードへ向かいました。するとそこで待っていたティナは確かにこう言ったんです。ローズ、今すぐ服を全部脱ぎなさい。あなたのボディチェックをするわ。ティナの言っている意図が分からず唖然とするバイト店員のローズ。事の発端はこの少し前にかかってきた一本の電話でした。はい、ハッピーバーガーです。その電話にいつもと変わらない明るい声で応じた副店長のティナ。ただ電話口の相手は明らかに客ではありませんでした。警察です。お宅の従業員に窃盗の疑いがかかっていまして、華奢な体つきで黒髪の若い白人女性なんですが、警察が伝えたその特徴はその日出勤していたバイト店員のローズそのもの。ローズが窃盗を働くような人間ではないことはティナも重々分かっていました。しかし警察の次の言葉に彼女は従わざるを得なくなるんです。この会話はお宅の店長とも同時回線で繋いでいます。その日店長は本部に出勤中、店に来ていない店長までもが駆り出されるその状況に早急な対応が必要だとティナは捉えたんです。ここから副店長のティナは慌ててバイト店員のローズを呼び出します。警察がいきなり電話かけてきて服脱げとかそんな聞いたことないわよ。本当に警察なのかも怪しいわよ。これ絶対従うべきじゃないでしょ。その通りですね。謎のこの電話絶対従っちゃいけません皆さん。そもそもね、この電話をかけてきた警察と名乗る男の意図は一体何なんでしょうか。偽りの権威。警察です。お宅の従業員に窃盗の疑いがかかっていまして、アメリカフロリダ州パナマシティのスーパーマーケットには公衆電話越しにそう語りかける男の姿が。彼の名はスコット。しかし警察を名乗る彼はどう見ても警察官には見えません。そしてその電話の相手はファストフード店の副店長ティナでした。そう、このスコットという男は警察を名乗って各地のファストフード店にいたずら電話をかけている常習犯。副店長のティナが取った電話も警察の捜査のためなどではありませんでした。スコットはファストフード店へ電話をかけるといつも警察関係者を名乗り、店の従業員に窃盗容疑をかけます。そして店舗の責任者にボディチェックを命じ、従業員に服を脱がせるなどのわいせつ行為を強制させるんです。1994年から約10年、30以上の州で被害者が出ていたこのいたずら電話、その全てはこのスコットという男の
の仕業だと考えられているんです。30以上の州でってそんな気づきそうなもんだけどね。実はですね、警察だとか弁護士だとか権威をちらつかせると人間って割とあっさり騙されたりするっていうのが証明されてるんですよ。というわけで本日のメトラキーワード、ミルグラム効果について。ミルグラム効果とは、地位のある人の意見を無条件に信じ従ってしまう心理効果のこと。1963年、イェール大学の心理学者スタンリー・ミルグラムが行った実験に端を発します。実験は先生役と生徒役に分かれて行われ、先生役は生徒役が問題の回答を間違えると罰として電気ショックを流すように指示されていました。その際、生徒役への配慮から実際には電気ショックを流さない先生役が続出。一方で白衣を着た第三者が電気ショックを流しなさいと促しに来た際には 65% もの被験者がその言葉に従って生徒役に罰を与えたんです。彼らは命じられれば最高電圧の 450V まで電圧を上げ続けたといいます。この実験によって白衣という権威の象徴があるだけで人間は時に非人道的にもなれることが証明されたんです。スコットは警察という権威をちらつかせることで、それがおかしな要求でも電話口の相手を従わせることに成功していました。彼は10年もの間ミルグラム効果を悪用し人々を騙し続けていたんです。そしてこの後バックヤードに呼び出されたバイト店員ローズもこの卑劣な男の魔の手に翻弄されることになります。恐ろしいわね。これボディチェックするのが女性の副店長だったっていうのがせめてもの不幸中の幸いじゃない？実は副店長の前で裸になるだけでは終わらなかったんです。スコットはあの手この手でその女性に対していろんなわいせつ行為を働こうとするんです。恐怖の150分。嫌です。なんでそんなことしなきゃいけないんですか？ボディチェックのためよ。あなたお客さんからお金を盗んだそうじゃないの。突然副店長から脱衣を命じられ必死に抵抗するバイト店員のローズ。当然窃盗の話も彼女には全く身に覚えがありませんでした。しかし電話口のスコットが本物の警察だと信じ込んでいるティナは服を脱ぐまでローズをバックヤードから出そうとはしません。何もないなら脱げるでしょ。そう問われたローズはついに自ら服を脱ぎ始めてしまうんです。こうして副店長ティナの目の前で一糸まとわぬ姿となったローズ。当然のごとく彼女の服からも体からも何かが出てくるようなことはありませんでした。何もありませんでしたが、電話口のスコットにそう告げながらボディチェックはこれで終わりだと密かに胸をなで下ろしていた副店長ティナ。しかし試練はまだ始まったばかりでした。スコットはティナのその言葉に厳しい口調でこう追求するんです。まさかあなたもグルなんじゃないですか？そうですね。もっと信用のおける男性の従業員を呼んできてください。こいつマジで何言い出してんの？こんな女性の副店長も従うわけないでしょこれ。ほんとね、おっしゃる通りなんですけど、ティナはスコットを本物の警察だと思い込んでるんで犯人のグルなんじゃないかって思われるのが嫌だったんですよ。あらぬ嫌疑をかけられ焦ったティナはそこからもう一人の男性副店長をバックヤードへ呼び出します。この時点ですでに異様なのですが、スコットの要求はここからまだまだエスカレートしていくんです。体のパーツの形を説明してください。できるだけ詳細に。頭の上で腕を組ませるポーズを取らせてください。そんなボディチェックと称した意味不明な命令に従い続けること1時間。さすがに店の様子が気になりだした副店長のティナはスコットにこう切り出します。そろそろピークの時間なんです。私たちもフロアに行かないと。するとスコットは先ほどと同じようにまた別の男性従業員を呼ぶように指示。ティナは自身の婚約者ビクターを呼び出し、ここからは彼がボディチェックを行うことに。そしてビクターとバイト店員のローズがバックヤードで2人きりになってからが本当の地獄の始まり。ボディチェックを交代したビクターは電話口のスコットの声に従い目の前のローズに次々と命令を出す。どこかにコインを隠してるかもしれないからその場でジャンプしろだと。こんなのおかしいわよ。この学校でどこに隠すって言うのよ。彼女の言い分はもっともだったが、ビクターは電話口で警察を名乗るスコットの言いなりだった。言われた通りにしないともっとひどいことになるって。彼はそう言うとローズの体を思い切り平手打ちした。何度も何度もローズの体を平手打ちするビクター。その平手打ちはローズが命令に従うというまで続いた。そしてスコットの意味不明な要求はついに行き着くところまで行き着いてしまう。電話口で彼の指示を受けたビクターは恐る恐る命じられたその言葉を口にした。次は俺にキスしろってさ。その後もスコットの指示は過激さを増していき、ビクターを使っての的暴行はそこから2時間半にも及びました。そしてこの時点になってようやくビクターは自分のやっていることの異常性に気がつき始めるんです。副
くらなんでも気づくのが遅すぎるわよ。キスなんて窃盗と何の関係もないじゃない。はい、気づきなさいよ。こんなことを警察の指示だって思い込んじゃう人が存在するっていうことが人間の性質なのかわかんないけど、なんか恐ろしいなと思うんですけど、当然スコットのこのえげつない手口のことを本当の警察がやるわけねえじゃんって疑う人もいたんです。よかった。悪夢の目覚め。こんなこと本当にありえるのか。明らかに的暴行としか取れないスコットの指示に従い続けるうち、ビクターはうすうす自分がやっていることが常軌を逸していると気づき始めていました。そしてそれは副店長のティナが再びバックヤードにやってきた時のこと。この時のスコットの言葉でビクターはついに我に返るんです。容疑者の女にエプロンをかけてやれ。そう、スコットはなぜか女性であるティナがバックヤードに来る時だけバイト店員のローズの体をエプロンで隠すように指示を出すんです。それは女性の目撃者の前で過激なことをしすぎると自分の指示がおかしいと感づかれてしまうため。ごめんティナ、僕はとんでもないことをしたみたいだ。事の重大さに気がついたビクターは真っ青な顔で一言そう告げると逃げるように店を去っていきました。ちょっとまだボディチェック終わってないんでしょ。こうしてまた代わりの男性にボディチェックを頼む必要性に駆られたティナ。彼女が次に声をかけたのはちょうど店に食事に来ていた非番のメンテナンス担当でした。そしてティナが彼にボディチェックを頼んだことで事態は一変するんです。副店長ティナに向かいメンテナンス担当の男性はごくごく当たり前の返答をしました。何言ってんだ、男が女のボディチェックをするなんておかしいだろ。言うまでもないわよ、こんなことも。本当になんで今まで誰も気づかなかったのよってずーっと思ってたわよ。第一、こんなことあったら警察電話で済ますわけないんですよ。よく考えれば分かることではあるんですけど、とっさに電話かかってきてさ、なんかああだこうだって言われたら人間って判断見誤るんだなっていう、しかもミルグラム効果も生じてっていうことなんじゃないかなと思いますよ。メンテナンス担当の言葉を聞いて初めてスコットからの指示が異常だと気がついたティナ。遅えな。彼女はそこから確認のため店長に連絡すると、店長は確かにこう言ったんです。警察から電話？何のことだ？少し前まで仮眠を取ってて電話なんて出てもいないぞ。そう、スコットは電話をかけてきた最初の段階ではっきりとこう説明していました。この会話はお宅の店長とも同時回線で繋いでいます。ティナが店長に確認を取ったことで最初に告げられたその言葉が嘘だと分かり、スコットのそのメッキは完全に剥がされることに。そしてティナがその事実を指摘すると、すぐに電話を切ってしまったスコット。全てを悟ったティナは涙を流しながらバイト店員のローズに平謝りしました。こうしてスコットの電話がかかってきてから3時間半後にこの事件はようやく本物の警察に通報される運びとなったんです。いやいや、これローズが本当にかわいそうで言われのない罪で難癖つけられて、しかも何時間も裸見られてるわけでしょ。そんなショックでしょうがないんじゃない？まさにその通りなんですよ。そしてですね、この事件の関係者はローズ以外もその後の人生がめちゃくちゃになってしまってるんです。事件の一部始終は事務所に設置されていた防犯カメラに記録されており、副店長ティナの婚約者ビクターは的暴行の容疑で逮捕。副店長のティナは彼との婚約を破棄すると同時に自身も責任を問われ、勤めていた店を解雇されることに。そして事件の最大の被害者ローズは深いトラウマを負いうつ病を発症。医学部予科生になる夢も諦めねばならず、働いていたファストフード店相手に訴訟を提起。結局2010年に和解となりましたが、彼女の心の傷はそうたやすく言えるものではないでしょう。その後犯人スコットは従業員が控えていた電話番号、使用していたテレホンカードの情報や監視カメラ映像から身元を特定されることに。彼が逮捕されると10年にも及んだいたずら電話はピタリと止みました。ただ実はいたずら電話という犯行内容からスコットの犯行を裏付けることは難しく、結局は無罪判決に。それでいてスコットの犯行は短編映画プレインビュー、ネットフリックスの映像ドキュメンタリー Don't Pick Up the Phone など様々に作品化されている異例の事件なんです。警察ですの一言で欺かれ、多くの女性が被害に遭ってしまった今回の事件。同じように架空の地位や企業を名乗り悪事を働く詐欺電話はいつの時代も後を絶ちません。顔が見えない電話でのやり取りは判断力が鈍ってしまうこともあるでしょう。一度立ち止まって正しい情報源を探ること、信頼できる第三者の判断を仰ぐこと、そうしたリテラシーを一人一人が身につけることが犯罪防止の第一歩なのではないでしょうか。